は改装したばかりの新しいお部屋のルームツアーをしたいと思います。部屋のスペックは約20平米13畳程度のワンルームです。一人暮らしするにしてもちょっと狭いかなっていうサイズ感なんですけれども、天井が3メートルあって大きな窓から抜けてる景色を楽しめるので、部屋にいて窮屈に感じたことはないなって思います。というのもこの部屋当屋なんです。当屋っていうのはマンションの屋上にちょこんと出っ張ってる建築物で、ペントハウスとか屋上部屋って呼ばれたりもします。たまに映画とかドラマの登場人物が住んでる設定で出てきたりして、秘密基地みたいなワクワクするスペースではあります。では早速お部屋案内していきます。玄関からメインの居室まで細い廊下でつながっている間取りです。玄関入ってすぐの照明はライミーで見つけた外国の街灯みたいなやつ、壁の色に似た陶器のトグルスイッチが売ってたので、それをつけてもらっていい音を鳴らして電気をつけることができるようにしました。備え付けの洋服収納がない物件なので、玄関扉に強力磁石でくっつけたフックにハンガーをかけています。帰宅したらまずコートを脱いでここにかけて収納するという形にしてます。玄関入ってきて廊下越しにリビングを見た景色はこんな感じで、こっち側にはバスルームがあって、反対側のここに扉があって、その奥にこの家唯一の収納スペースが用意されてるんですが、まずはメインの居室を紹介したいので、メインの空間を見ていきましょう。この家の3大要素は、この大きくて景色の抜けた窓と、完全オリジナルでモルタルとタイルを混ぜ合わせた白い床と、ぐるっと部屋を包むように設置されるカーテンです。改装前はここの窓の部分はほぼ壁で、この右下にちょっとだけちっちゃい窓が開いてただけだったんですけど、この窓から当時こうやって外を見た時に景色が結構抜けていて、空も広くて街を見渡せたので、その景色を切り取るような部屋を作りたいと思って、壁に穴を開けて大きな窓を入れました。手前がソメイヨシノで、奥が多分クヌギ。近所に緑が多いので、季節ごとに桜が咲いたり紅葉したり、いろんな景色を楽しめるので、まだ全然飽きてないです。結構クヌギの大きい木には野生化したオウム、ショッキンググリーンのかなり派手な色のオウムが、室内の床と同じものを外にも作って、内と外が一つながりになっているようなインフィニティなデザインに、メタメタ光がよく入ります。これから暑い季節になった時に殺人ハウスにならないか不安ではありますが、この自然光を浴びてキラキラタイルがねするんですよ、光るんですよ。それを眺めてるとやっぱりすごくこの部屋にしてよかったって思えるので、今のところ OK です。床はね、私不動産のセレクトショップみたいなところで働いてるので、デザイナーズとかリノベされた物件をたくさん見てきたんですけど、
真剣材のテカテカの不自然な素材は絶対に経年の味ではなくて劣化になるので嫌で使いたくなくて、ムクローリングは素敵なんだけどネイチャーすぎて個体差をコントロールできないというか、場合によってはサンプルで見たのと全然違う色味のものが個体差がありすぎて届いちゃったり不安定リスクがあるのがちょっとめんどくさいなと思って、でモルター床はかっこいいけどもういろんな人が使っててちょっと見飽きたかもっていうのがあって、あとタイルはめっちゃ可愛いんだけど目地部分に汚れが溜まって経年劣化に勝てないし、手入れが大変なのがネックかもっていうのをがずっともう床に対する課題として持っていて、モフさんに相談したら、もう量販型の床材では解決できなそうだったので、タイルと白いモルタルの合いの子みたいなオリジナルの床を作ってもらいました。でしばらくはほうきと雑巾でアナログに掃除していたんですけど、とにかく白いので髪の毛とかちょっとした汚れも目立つのと、表面をコーティングとか特にしてないのでモルタルの表面が常時少しずつ取れていって、フケみたいな砂みたいなのがどんどん出てきちゃうので、さすがに電動の時短お掃除道具を使おうという結論になり、今日届きました。掃除機の吸引と水拭きが同時にできるやつです。一旦それっぽく組み立てることはできて、充電中なので仮置きでバスルームに置いてみました。ちょっと充電ある程度溜まるまで時間がありそうなので、先にバスルームの、水回りのルームツアーもしちゃおうかなと思います。ここシャワーブースなんですけど、そんな見せるもんでもないのかもなんだけど、本当にシンプルなシャワーブースで、ボディーソープとかシャンプーリンスとか適当に買って、あとこれがドイツの布巾で、もうシャワー浴びた後に軽く洗ってもう拭き上げてっていうのをやって汚れないように気をつけてはいます。トグルとはまた違って、でもこういい音して楽しいスイッチを選んでます。オーストラリアかニュージーランドかのバスタオルの D2C ブランドがすっごいインスタ投稿がおしゃれで憧れて、そのビーチに持ってってピクニックシートみたいに砂浜に敷いて寝たりできますよみたいな大型のこのバスタオルを買ったんですけど、本当に大型でなんか日々の暮らしで全然使わなくなっちゃって、どうしたもんかなって思ってたのを折りたたんで足拭きマットに今なってます。バスルームはすごく小さな空間なので、扉を開けた瞬間からこの芳香剤の香りがめちゃくちゃいい匂いがしてます。これオイルランプの中に香料が多分入っていて、一回最初にここランプ火つけて、でこうやって火消して、でそのままもう2週間ぐらいずっといい香りで、まだオイルも全然残ってるし、香りはチューベローズっていうメキシコに行った時に知ったお花で、夜にすごくいい香りを放つお花なんですけれども、その香りが売ってたので迷わずそれにしました。ヤフオクで買った、きっと昭和時代に使われていた、何なんだろう、どっかなんか薬かジオドリンクの宣伝ミラーなのかな縁が木彫りでちょっと剥げちゃってたりするんですけど、それも味になっていて絵画の額縁みたいになってます。お友達に昔誕生日にもらったコペンハーゲンのフラマっていうブランドのハンドソープです。贈り物でいいところのハンドソープもらうの私嬉しくって大事に使ってます。めちゃくちゃ汚い。こんな汚かったの。カウンターの端っこに本とお香を
ディスプレイしている小さなエリアを設けていて、このぷっくりしているのは太田博子さんの香炉です。底が浅いので短い線香を焚くときに使っています。お気に入りのお香は天というお店と東京香道さんが数年前にコラボしたお香で、何回か買い足してるんですけど、原材料のクオリティが変わっちゃったのとか、原料の原価が高騰しちゃったのなんかがあって、もう作ってないそうです。なのでこれがもう最後かなと思います。大事に、本当にたまにちょっとずつ使って炊いてます。日常的に炊くのは APFR のスティック。これがお香、普通のお香と比べて全然長さが3倍ぐらいあって、1時間ぐらい香ってくれます。このブランドのいろんな種類の香りを一時期試してたんですけど、今はこのホワイトティー一択になりました。これを炊く時はこの小さいお香立て、虫の背中、蜂なのかなに刺すんですけど、これグッチのやつです。これをやりましょうか。ライター感じで、でこんな感じで刺して部屋をいい香りにしてます。本もいくつか置いていて、ソウルに旅行した時に買った写真集で、光と影のコントラストがすごくいいなと思って購入して、でこのお部屋ができたら、この部屋も結構光と影を強調するような空間になったので、ぴったりかもと思って持ってきて飾ってます。他にもなんか暇な時にちょっとずつ読めたらいいなと思って何冊か本を置いてるんですけど、今はお料理にまつわる本ばっかりなってます。こちらが我が家のキッチンです。このシンクとか蛇口とかガスコンロとか、このレンジフードとか、一つ一つのパーツを接収支給で用意して、天板とかも別途買って、大工さんに組み立てて作ってもらったっていう感じになります。でもキッチンは絶対に見せる収納が私はよくって、見えてないとどこに何があるか忘れちゃって、その存在自体を忘れちゃって、使わないまま賞味期限切れちゃったりっていうことが私はすごくよくあるので、とにかく見える収納にしました。これは壁にマグネットバーみたいなのをつけて、磁石でくっつくものはこんな感じでパッと見で何があるか分かるように収納できるようにしてます。そのさらに上に1枚板を打ってもらっていて、ここは、主にドリンクコーナーです。ほぼこれ海外で買ったんじゃないかな。これだけコーヒー豆で最近気に入ってるサザコーヒーの将軍コーヒーの豆で、これがトルコのお土産でもらったターキッシュコーヒーの粉で、これも緑茶も旅先で買ったのが切れちゃって、ちょっともう予定がなかったので、成城石井で適当に買ったやつで、これがこの間太郎くんがヨーロッパ出張行った時に、フランスの、パリで、買ってきてもらったマルコ・ポーロっていう、多分このブランドで一番有名なブラックティーの茶葉で、もう一個ロンドンでもローズティーの茶葉を買ってきてもらいました。で、一応2列に物を置ける感じの奥行きがあって、
後ろにコーヒー道具と、あと本当にめんどくさい時はこのインスタントコーヒーも私好きなのでこれ飲むし、豆ひいたり、あとこれはチェンバレンコーヒーのなんかミルクシェイクとか夏に飲む時に去年重宝したやつを今年も多分もうちょっとして暑くなったら使うのと、これはコーヒーにも紅茶にも使えるフレンチプレスのポット入れ物です。右半分に行くと、コーヒーグラインダーのお掃除セットと、あとこれ1杯分だけお茶入れたいっていう時の茶こしと、あと茶碗と、これがかけちゃったんですけど、ランドで買ったのかな、このカップラーメンの容器みたいな形のお皿で、これラーメン作って食べる時とかこれに入れて食べてます。でこれはトルコ土産でさっきのターキッシュコーヒーと一緒に買ってきてもらったカップに、これはマグカップなんですけど、ちょっとこれなんかあんまこの部屋にしっくりこなくって、他にいいのがあったらトレードしちゃう予定です。でキッチン背後の壁に長めのやつを2個打ってもらってて、そこに調理道具をだいたいぶら下げてます。このフライパン、これはもうずっと自宅でも使っている焦げつかなくって長持ちしやすいやつとか、これトースターないのでその代わりにコンロにこれ乗っけて魚焼いたり、ちょっとこの間はおからドーナツ温めたりとかしました。で調理器具は柳総理のは結構好きで何個かあったりとか、本当にちょっと自炊するぐらいの人が持ってるレベルの、調理器具がいろいろ揃ってます。すごくいいアングルのキッチンです。あとはここに自分で DIY してグラスホルダーは売ってます。いいじゃないですか。ミキサーとか、あとこれ蒸すやつとか、あと平皿もいくつかあって、手洗いあって、下にもちょっとだけ隠す収納があったりしますね。これが蜂蜜入れ。なんかお友達が白いお砂糖を使わない生活をしてるって言ってて、ちょっとインスパイアされて、砂糖を使う料理は全部蜂蜜に今代用してます。これ8三なの。あと私生まれて初です、この蜂蜜垂らす。これは塩入れ。年末年始にコペンハーゲンとパリに滞在した時に民泊に泊まったんですけど、どの家でも絶対に塩はシャッシャって振りかけるやつじゃなくって、こういった瓶にみんな入れていて、アルミホイルとかラップとか調味料関連とかちょっとした食材と、あと私のお掃除の愛用品歌丸クリーナーがここのラックに最低限収まってるのと、ゴミ箱は一応ここにキャスター付きのがあって、踏むと上にパカッと蓋が開くゴミ箱で、ちょうどカウンターの高さにもね合ってたし買いました。ここでお仕事したり作業したりしてるんですけれども、ちょっと休憩したいなって時に腰をうずめられるソファーが欲しいなと思って、
でもまあ普通の一般的な大きいソファーだとこの部屋ちっちゃいからすごく空間を圧迫しちゃうので、なんていうの、ラウンジチェアみたいな一人掛けソファーぐらいのサイズ感でちょうどいいものないかなって思って探していたところ、このパパさんチェアなるものを見つけて買いました。ここのボディが白色なのがこの部屋に一番合うなと思ったので、ニトリの、もう廃盤になっちゃってるやつのを中古品で見つけて買いました。でこのクッション、よいしょよいしょ、このクッションは別で適当にネットで買って、これだと綿がちょっとなんか少なくって座ると背中とかお尻がちょっと痛くなっちゃうので、このモロカンクッションをもともと持ってたやつなんですけど置いて、こんな感じでその上にで座るとめちゃくちゃ楽です。座布団としても使えるし、昼寝するときはこうやって抱き枕にすると結構安心するし、あとはここでこうやって座りながらパソコンいじってちょっと作業したい時もパソコン台になります。テーブルはカウンターがあるのでなくても大丈夫だったんですけど、やっぱり窓の景色を食べながら食事がしたいと思って前の家で使ってしばらくお蔵入りになっていたこの小さな丸テーブルを持ってきました。8年くらい前に中古で買ったので結構古くてガタガタ揺れやすいんですけど、小さなテーブルにぎゅうぎゅうに食事を乗せて、こうキツキツで人がご飯を食べているヨーロッパのカフェのテラス席みたいな雰囲気がなんとなく感じて可愛いなと思って、ずっと本当に使ってなかったんですけど引っ張り出してきてよかったなと思ってます。椅子は折りたたみのものを何脚か持っていて、来客の数に合わせて出したりしまったりしてるんですけど、1脚ぐらい固定でこれっていうのが置けたらもっと素敵になるのかなと今リサーチ中です。はい、そんな感じでちょっと日が沈んできちゃって最後駆け足での説明になっちゃったんですけど、改装したてのお部屋の初めてのルームツアーでした。楽しんでもらえてたらいいんですけど、自分がちゃんと好きって思える空間をまず一回作ってみて、それを同じように素敵だなって思ってくれたり、ここで何かやりたいってワクワクしてくれるような世界観の似たような人に見つけてもらって出会えたらなっていうのがありました。
私は物を作ったり何かサービスを提供できるみたいな手に職みたいなものは持ってないんですけれども、この空間を提供することで一緒に何かやれたり、知り合えたりっていう、そういうなんか武器にこの場所がなれたらいいなって思っています。何かこの場所を見て思ってくれるものがある人がいたらぜひ DM とかください。ではまたね。